どうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回もろもろが全て解決してハッピーエンドとなったところでしたが、まだこの島には謎が残っているらしいんでな。視聴者さんに教えてもらったところ、残り3体の隠しボスがいるらしいんよ。で、最初に挑むボスは前準備としてフレーム系の仲間を編成してから奇襲されてくださいっていう謎すぎる指示を受け取ったので、粛々と従おうと思います。で、変態だー。名前は反逆の大好き丸。パンツかぶってることよりガトツのポーズの方が気になってしゃあないんだが、 BGM がめっちゃノリノリなのが腹立つな。こいつ、まあこいつ自体は隠しボスの前座なので早送りになります。ほら、討伐完了だ。地味に苦戦した。何、奇妙な屋敷か。あそこはおパンツ大好き丸と戦った因縁の地。一体誰と戦うことになるんだ。スーパーおパンツ大好き人3みたいなんがいるのかな。ちなみにさっきのやつ、布の兜をドロップしまして、装備すると精神系の状態異常を無効化します。悪くない効果なんだよな。おパンツをかぶってるだけなのにな。太古のパンツを体や頭に装備できるライブアライブを思い出しましたね。あ、ライブアライブといえばさ、リメイク版が発売されたけどさ、リメイク版だと太古のパンツから太古のへそくりに変わっててさ、確かに下着を盗むのはあれだから変更されるのはわかるんだけど、主人公が好きなお姉さんからパンツを盗むのとへそくりを盗むのじゃ文脈が変わりすぎない。でもまあそれ以外は完璧なリメイクだったし、ママ、やろと、そんなこと言ってたら奇妙な屋敷に到着。ここのどこかに隠しボスが現れたんだとか。いるなぁ。普通にいるなぁ。絶対こいつだろ。一丁戦ってみるか。あ、鏡に触るのか。思い出の鏡2体とのバトル。フィールド効果でこちらの攻撃の対象が敵前衛に吸われてしまい、さらに状態異常を反射してくる。ちゃんとしたタンクがいる相手との戦闘は初めてだな。敵前衛の鎧のおっさんを倒さないと敵後衛の魔女さんにはまともに攻撃できないのね。で、鎧のおっさんは格闘&鋼タイプで、魔女さんは炎&氷タイプか。ちなみにリバリちゃんがいるのはなんとなくです。魔女さん、全体麻痺に加えて浮遊とはいやらしい。浮遊ってのは地面タイプが効かなくなるやつだよね。鎧のおっさんには炎、地面、格闘しか抜群取れないっちゅうのに面倒な。わ、凄まじい火力だな魔女さん。当倍で80ダメージぐらいか。そんなんを抜群で食らったリバリちゃんはそれ死ぬよ。炎の次は氷で、またリバリちゃんが抜群で死んでおられるぞ。草タイプはこうなると切ない。こちらのステータス変化を反転させて、鎧のおっさんがメタルバーストっていうよくわからん技で全体ダメージ。その後ブライアンダンスっていうさらによくわからん技で混乱させられた。それで今度は全体炎&全体氷かい。シンプルに火力がとんでもなくてきついなこれ。でもひたすらウォーターちゃんが殴りまくったおかげで鎧の HP は半分になったな。味方はすでに半壊してるけど、行動パターンがこれで1ループしたかな。今までの情報をまとめるとこうじゃ。多分だけどこの5ターンの行動がループしていると思われる。こうしてみると全然隙がないな。まず前衛の鎧のおっさんを倒さないと何も始まらないから。格闘
鋼タイプのおっさんに強くて魔女さんの炎氷技に耐えられるやつとなると炎タイプしかいまい。フレーム1ちゃんとフレーム3さんかな。っていうかメタルバーストってマジで何なんだ。何ポケモンブラックホワイトから新しく増えた技でそのターンに受けたダメージを大きくして反射する。なるほど、指サファで引退して剣立てで復帰したマンだから知らなんだよ。その後は順当に負けました。クイックムーブちゃん運悪く炎に当たってしまって333ダメージ食らって即死。鋼タイプの宿命だな。てなわけで炎魔法を大量投入して鎧のおっさんを削っております。殺せるぞ。おもむろに魔女さんのミラクルドロップで鎧が999回復したんやけど、しかも HP ゲージが満タンになっている。これ表示上の問題で999回復みたいに表示されてるだけで内部的にはベホマだろ絶対。おいおい、こんなの使われたらやってられんぞ。鎧のおっさんブライアンダンスっつってるし名前はブライアンか。ブライアンの HP がほどほどに減ってきたら魔女さんがベホマするっぽいな。使われる前に殺しきれないかな。いける殺しきれそうだよこれ残り HP1% まで削ったのに全回復された。ぐわー、リセット。今回こそ殺す。ブライアンだけでも殺す。ちなみに色々カットしてますけどもう1時間半ぐらい戦ってます。何10回も戦ってるのでさすがにこいつらの行動パターンも見飽きてきたぜ。ストーンちゃんはクイックムーブちゃんより働くかもとお試しで入れてみてます。魔女さんは AI レベルが非常に高いので2ターン目には確実にフレーム3さんが集中放火されて殺される。それを見越しての1回自動復活装備よ。ブライアンの残り HP は 33% ぐらい。せずしていい感じの HP 調整。これはいけるかも。素晴らしいクリティカルだウォーターちゃん。やっとブライアンを倒せたぜ。さてここからはやっと魔女さんに直接攻撃できる。あんまり変なことしないで死んでくれよ魔女さん。っていうかブライアンを殺すのに全力投球しすぎて魔女さんに抜群の魔法を持ってくるの忘れたな。次があったら持ってきます。リバイバで自動蘇生をばらまくのはいいかもしれんな。もう急いで倒す必要があったブライアンもいないしな。じっくり腰を据えて倒そう。なんだ、何が起こった。ブレイザード、炎氷のクソ強魔法か。そこはメドローアじゃないのかよ。で、反動で1ターン動けなくなるのか。ブライアンが死んだことで張り切り出したな。行動パターン表を書き直して、こうじゃ。5ターン目にフレームやらブリザードやら使ってきてたのが合わさってフレイザードになってるのか。全員炎タイプなのに死にまくったし多分タイプ相性を無視してるな。っていうか割と殴ってるのに HP ゲージが4本目のままなんだが、これリソース負けするんじゃないか。粉塵が尽きて死ぬ気がする。いかん、魔女さんがおもむろに自分に針を突き刺した。魔法力アップ台ブレイザードが来るぞ。うわー、えらいこっちゃえらいこっちゃ。また3人死んだ。自動蘇生があるとはいえ毎回こんなことしてたら勝てるわけない。回復アイテムも尽きた。リセット。メンバーチェンジして再挑戦だオラー。さっきは大量の炎魔法で速攻を仕掛けていたが収録中に視聴者さんにちょっとアドバイスを聞いたらベホマは1回しか使わないから長期戦ででと教えてくれたんでどっしり攻めていくぞ。よっしゃ、ブライアン撃破。ねっとりどっしり戦術もいいもんだ。そしてさっきとは違い
ちゃんとサブ武器に岩魔法が使える武器を持ち込んでいます。岩を落としまくれ。抜群なのに150ダメージぐらいしか通らないとは。魔女さんの魔力が高すぎて魔法がえらいことになってるんだろうな。逆に800ダメージぐらい通ってたブライアンはどんだけ魔力が低かったんだか。今のうちにブレーザード対策を視聴者のみんなに教えておこうかな。いろいろと対策を練ってきたのだよ。まず前衛でない限り全体魔法を 100% 避けるパッシブを持つリンドちゃん。割と体感では全体魔法に当たってる気がするから嘘ついてると思ってるけど、まあ嘘でも打ちセミで避けることもできるんでな。ブレーザードが来るぞ。2人死んでしまったがリターンフロムリンボと市長で復活。これが第2の対策よ。味方全員にあらかじめ自動蘇生をつけておけば死んでも即座に復活。永久期間が完成しちまったなあ。これでノーベル賞は俺んもんだぜ。とか言ってたらもう魔女さんの HP も 25% だぞ。いやー対策って本当に大事ですね。リンドちゃんの打ちセミの2回回避とフレーム1ちゃんの自動蘇生。標的相手だと本当に強いな。で身に染みましたわ。これで最後じゃい。岩魔法2連打。勝利。累計3時間の激闘を制したのは俺だ。二度と出てくるなよ。思い出の鏡。思い出の中でじっとしていてくれ。鏡を割ったら時計が出てきた。そうだった。もともとは時計だったね。ここのオブジェクト。反逆のおパンツ大好き丸から変なことになったもんだな。奴らが落としたアクセサリー2種は達人の帯が抜群を取った時のダメージアップ。反転世界が装備者のステータスを入れ替えるって感じですね。力と魔法が逆になるのはいいとして丈夫さと素早さが反転は使用感が変わるな。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。